マヤマニアック講座ダイレクト X11 シェーダーを作ろう第3回。最近エンバイロンメント 3D デザイナー志望の学生が増えてきた気がするのだ。サブスタンスが普及したことで簡単にリアルな表現ができるようになったから、ポートフォリオの見栄えが作りやすいジャンルなのかもしれないわね。キャラはデッサン力がないと難しいのだ。でも今でもキャラモデラーは花形の職業に変わりないのだ。あとはテクニカルアーティスト、モーション、演出とか、もっと上流だとマネージャーやディレクター、人材育成、研究開発とか、実はいろいろな働き方があるわね。僕主はキャラモデラーだったけど、職場では何でもやらせやがって死ねって毎日言ってるのだ。まさに奴隷社畜根性そのものね。今回は変換行列について解説するわ。前回話したようにモデルから引っ張ってきた情報を掛け算するだけでいい感じに変換してくれる便利なやつなのだ。モデルから頂点座標を取得するとローカル座標系の状態なの。みんながマヤで覚えるワールド座標に対するオブジェクト座標ってやつね。でも最終的にはあれこれ変換してゲーム画面のピクセル位置情報に変換しないといけないのだ。そうね。そのためには1、ワールド空間座標に変換する。2、カメラの画角を基準にした流空間に変換する。3、ゲーム画面のピクセル座標を知るためにプロジェクション空間に変換するっていう順番に加工してあげる必要があるの。変換行列の例としてよく使うのがワールドビュープロジェクション変換行列ってのがあって、これはこれ一つ掛け算するだけで1から3を一気にやってくれる優れものなのだ。ちなみに頂点本線は座標とは違ってベクトル成分なので、ワールドインバーストランスポーズという変換行列を使うって覚えておいてね。インバースは逆行列、トランスポーズは電池って意味があるけど説明が長くなるので、ここではそういうものだって覚えておくだけでいいのだ。フロート 4× フロート4っていうのは小数点以下7桁までの数でできた4次元行列という意味で、その次の GWVP というのは自分で自由に名前を付けた変数名ね。コロンの後のワールドビュープロジェクションっていうのはセマンティックっていうのだ。セマンティックっていうのはシステムにあらかじめ用意されているいろいろな情報のうちどれを引っ張ってくるかを指定する呪文ね。必ずコロンの後にあるのが特徴よ。変換行列だけじゃなくて頂点座標ならポジション、頂点方線ならノーマルとかいっぱい種類があるのだ。短いけどキリがいいので今回はここまでね。セマンティックについては今後必要に応じて補足していくわね。次回は構造体について解説するわ。またねー。